ようこそハウス・デア・リーベ。どうぞこちらにおかけください。あなたのお悩みを聞かせてください。ここはどこなの？なぜ私はこんなところにいるの？占いの店にふらりと現れ、迷い込んだ女性は誰かを探していた。彼女は明らかにオロオロしていて不安そうな様子だった。落ち着いてください。こちらのハーブティーを飲んで一度深呼吸をしてください。心が落ち着きますよ。ここに来られたということは、あなたは何かしらの問題を抱えているはずです。よろしければ私がお話をお聞きします。目の前の占い師は見知らぬ人物だったが、勧められたハーブティーで体が温まったからか、ユウはやっと落ち着きを取り戻すことができた。そして彼女は占い師の問いかけに答え始める。私は夫と子供を探しているのです。いつ頃からか夕方になるとなぜか帰ってこないのです。早く探さなきゃ、電話もつながらないし変なんです。わかりました。私が持つ水晶であなたのご家族の所在を確認することができます。ですから慌てずゆっくり探していきましょう。少しだけ香を強くしますね。占い師はその特殊な香に火をつけ、煙でユウの体全体を覆うよう手を横に振り、煙を振りまいた。ユウはその煙に包まれた途端、今までの慌てた様子から脱し、占い師に促されるまま心の奥にある苦悩を話し始めた。夫のたけしとの出会いは大学の時でした。彼とは共通の趣味のテニスを通じて仲良くなったのです。彼は決してハンサムではなかったけど、何を話しても馬が合い、一緒にいると楽しく感じました。いつの間にか私たちは友人ではなく恋人として付き合うようになりました。そしてユウは大阪の大学を卒業して実家の兵庫に帰ったが、たけしとの交際は遠距離恋愛で続いた。その間にユウは市役所に就職することとなった。私はこの仕事に向いていたようで、職場での評判はとても良好でした。そして働き出した頃からずっと気になっていた同僚のシンジ君も私の仕事の処理能力をいつも高く評価し褒めてくれていました。正直シンジ君は私のタイプでした。シンジ君はおとなしく一歩引いた感じの控えめな男性でしたが、ハンサムで、しかも私と同じく仕事もできるので周りの女性からの人気は高かったと思います。私たち2人は揃って優秀な人材として上司に可愛がられていました。この頃私は職場では彼氏のたけしの存在を隠していてフリーだと言っていました。初めて出会った時からかっこいいシンジ君が気になり、彼氏がいることは知られたくなかったのです。私は一目惚れしていたのだと思います。そしてユウは職場の忘年会の日、シンジにお酒を継ぎながら何気ない風を装って日頃から聞きたくて仕方なかったことを聞いた。シンジ君って彼女いるんですか？彼女ですか？今は誰とも付き合ってなくて募集中なんですよ。彼に彼女がいないことを知った私は飛び上がりそうなほど嬉しく感じました。その時ちらりとたけしの顔が頭をよぎり罪悪感を抱きましたが、目の前のシンジ君にどうしても近づきたくて私はたけしのことは考えないようにしました。二次会のカラオケは現地集合で、ユウもシンジも参加予定だったが、ユウは思い切ってシンジに好意を持っていることを伝え、みんなとは合流せずどこかへ遊びに行こうと誘った。シンジもまんざらではなくユウの誘いに乗り2人で抜け出した。その後はお互い感情に流されるまま深い関係を持つこととなる。私はシンジ君に夢中でした。もうたけしのことなど考えられなかったんです。それから職場のメンバーにも知られて私たちは公認のカップルとなりました。シンジ君を狙っていた女子からは羨ましいけどユウが彼女ならお似合いだし諦められると言われました。口では納得しているような発言をしていても内心では悔しがる女子たちのその表情を見るのも気分が良かったんです。こんな気分はたけしと付き合っていても感じられない。私はそう思うようになってしまったんです。しかしだんだんとユウの心が離れていくことにたけしが気づかないはずはなかった。たけしは月に何度かユウに会いに来ていたが、ユウから LINE や電話の回数が減ったことを気にしていた。そして寝ているユウのスマホを見て自分以外の男の存在を知った。 LINE ではシンジとの激しい愛情表現の文章で埋め尽くされていた。その文脈からすぐに2人は深い仲であると察したけしは激怒した。そしてたけしとユウは口論となり別れることとなった。たけしと別れてから冷静になった私はシンジとの恋に
だんだん冷めていきました。シンジは女性受けする容姿とは対照的に奥手で話し下手。こちらから話題を振らなければ会話は止まるし、趣味も私とは合わずインドア派で、デートはほとんど家の中でした。私の身勝手かもしれませんが、たけしが恋しかった。そんな感情を抱えながらもシンジとの交際は続きました。そしてある日別れたたけしから連絡があった。たけしの実家は商売をしていて、父親の病気を機にたけしが家業を継いだのだという。たけしは親からの懇願もあり、年齢も考え、真剣に結婚をし落ち着きたいから自分と一緒にならないかと優に連絡をしてきた。優の過ちを責めて見切るどころか、求婚してきたたけしに彼女は驚きを隠せなかった。たけし君、私のことを許してくれるの？まだ許したわけじゃない。お前まだあの男と付き合ってるのか。俺と本気で結婚するなら男関係はきっちり清算しろ。そして二度と浮気をしないと約束するなら許す。突然の話でこっちも心の準備ができてないから、少し時間くれるかな。たけし君と結婚するなら約束は必ず守るから。この時たけしと優は二人の間に広がった溝をお互いに埋められたことにほっとしていた。心のどこかでたけしを求めていたことに気づいた優は、たけしと結婚するか、このままシンジと交際するのか、選択を迫られ悩むこととなり、本当に悩みました。だけど私ももう27歳、30歳までに結婚したかったんです。打算的な言い方ですが、付き合うならシンジだけど結婚するならたけしだったんです。私は結婚の道を進むことに決めました。私はシンジには別れ話をしませんでした。その代わり職場には結婚退職をすることを伝えました。自然と周りからその噂を聞いたシンジは優に対して何も言わなかった。ただ彼女を呼び出して一回だけ平手でその頬を叩いた。そして何も言わず優の前から去っていった。それからは結婚の準備で大忙しでした。結納に素敵なウェディングドレス、ハワイでのハネムーンに、そして私たちの住む家はたけしの両親が用意してくれた新築のマンション。全てが私の思い通りでした。たけしを選んだ私の選択が正しかったとその時実感しました。私は夢のような理想通りの結婚ができて幸せでした。でもその幸せはそんなに長くは続かなかったのです。幸せが続かなかったのは夫のたけしのせいではなく私のせいだったんです。私は仕事や趣味、人との付き合いは得意で大抵のことは何でもスムーズにそつなくこなしました。でもどうしても苦手なことがありました。家庭的なことは何もできなかったのです。優とたけしの結婚生活は優が家事全般ができないことでだんだんと亀裂が入っていった。優は全く掃除しないため、いつも足の裏はザラザラ、部屋は散らかり放題、料理を作ることすら嫌いでいつも外食。たけしの要求もあり無理して料理をしても失敗だった。だがたけしは優が作った料理だからと苦心しながらも食べた。優は食後の洗い物も嫌がり、そのため新築の家には排水口から出る匂いが立ち込めるようになった。とうとう我慢できなくなったたけしと、それでも洗い物を拒む優の喧嘩は増えていく一方だった。私が悪いのは分かってるんです。だけどどうしてもできなかったんです。私には掃除をしたりとかそういう習慣がなかったんです。散らかっているところがやっぱり落ち着くんです。母親も同じで、優は掃除もめったにしない散らかった部屋で育った。だから彼女がこの状況を全く気にしないのも当然といえば当然のことだったのだ。多分夫は相当我慢をしてくれていたと思います。私と付き合っている時は標準体型だったのですが、私と暮らすようになってからはみるみる痩せていきました。私の見えないところで何度も吐いたりもしていたようです。私は自分が悪いことに気づいていたけどどうにもできなかったんです。そして時々様子を見に来ようとする姑に夫は絶対この状況を話しませんでした。そんな夫の気遣いや優しさに私は甘えていたのかもしれません。でもどうしても楽しくないことは考えたくなくて、姑には黙っていた夫ですが、その反動なのか
私の友達には何も隠さずに不満を漏らすようになりました。悔しかったですが、何も言い返せませんでした。当時夫は友達が家に遊びに来るたびに私を友達の前で責めました。そしてその後、ついに彼は私のせいで病気になってしまったのです。その原因はユウはその時のことを思い出し、言葉に詰まった。二人で寝室で寝ていた時、たけしは突然足のかゆみを訴えた。何だろうと確認してみると、虫に噛まれた跡がある。食べ物の腐ったカスが布団にも落ちていたせいで、虫が布団に繁殖していた。たけしはショックでその場で胃を押さえ、床に倒れ込んでしまった。ユウはびっくりし、慌てて救急車を呼んだ。そしてそのままたけしは緊急入院となってしまった。入院までした夫は、それでも決して私と別れようとはしませんでした。ですが、不安は大きくなるばかりでした。そこでふと、このまま彼とずっと関係を続けていくには、子供を産むのが一番なのではと思ったのです。たけし君、私、子供が欲しい。子供は僕も欲しいが、今のユウの状態じゃ無理だ。まず自分を変えろ。それから考えよう。夫婦でこんな会話を繰り返すうちに、私は35歳となりました。安全に子供を産める年齢のリミットが近づいてきたこともあって、それまで渋っていた夫も、私が必ず家事をするという約束で、ようやく子供を作る協力をしてくれることになりました。そしてとうとう私たちは子供を持つことになったのです。子育ては大変だと、夫は最初のうち家政婦を雇ってくれたり、姑を頻繁に呼んで家事の手伝いをお願いしてくれたので、その間は不自由なく子供を育てられました。ですが、ずっとというわけにはいかなくなり、そのうち自分一人で全てをしなくてはいけなくなりました。自分自身を管理することすらできない私は、すべきことができなかったのです。そして私は不安定な状態となってしまいました。その頃私が具体的に何をしたのか覚えていませんが、家族にとって良くない状態だったと思います。私は病院に通うようにもなりました。当時、朝は家族で朝食、昼は夫は仕事で、子供は保育所でしたが、いつ頃からか夕方になっても夫たちは帰ってこなくなりました。でも次の朝には2人ともいるんです。夫に「昨夜はどこにいたの?」と聞いても、私に微笑んでいるだけなんです。この女、もうすでに幻覚を見ている。占い師は水晶を通しユウの過去を見ていた。ユウは過食や拒食を繰り返し、夜も寝ずに壁に頭を打ちつけ、常軌を逸する行動をとっていた。ユウを愛していたたけしも、さすがにこれ以上一緒には暮らせないと悟った。そこには弁護士を通して離婚し、子供を連れて出ていくたけしの姿が映っていた。別れてもユウが一日に何十回も電話をしてくるため、彼は電話番号を変え引っ越した。ユウは夫が帰ってこないと何度も通報し、警察さえも取り合わなかった。ユウは頭では理解をしていても、見たくない現実を拒絶したのだ。そのうち自分に都合の良い現実を作り出すようになってしまった。ところが幻想まで作り上げた彼女にも見えないものがあった。朝食は牛乳とシリアルを出し、昼は夫は仕事、子供は保育所に預ける現実までは見えるのに、夕方になると夫や子供の姿がなぜか見えない。言うよ。その理由はお前が家事をろくにせず夕食を作ったのは、夫婦生活で夫にせがまれしぶしぶ作った一回だけ。あとは外食で済ましたせいなのだ。お前は家で夕食を作り、家族と一緒に過ごす現実を知らないから、架空の現実も作り出すことができないし、見ることもできないというわけだ。自業自得の女だが、お前の思い出、記憶と引き換えに、お前が作り出せない家族のストーリーを私が作ってやることにしよう。安心してください。あなたが幸せになれるようにお力添えをいたします。本当ですか？はい、私がいいと言うまで目をつむって
願いを念じてください。ユウはキュッと目を閉じ、両手を顔の前で合わせ、ひたすら念じた。占い師は何かの呪文を唱え、羊皮紙のような古い紙に万年筆で何かを書き始めた。空気の流れが変わり、舞い上がるように流れた。そして占い師の机の上には眩しく光る魔法陣が浮かび上がった。書き終えた占い師は紙を燃やし、その灰を宝石のような形をしたロケットに入れ、銀のブレスレットに取り付けた。目を開けてください。あなたのお話を聞かせていただき、見立てさせていただいた結果、こちらのアクセサリーを身につけることをお勧めいたします。ですが、決してそのアクセサリーを外してはいけません。美しいブレスレットですね。絶対外さないと約束します。こちらはおいくらですか？お金はいりません。だってあなたは慌てて出てきたのですから、お金を持っていないでしょう。早く帰りなさい。家族が待っていますよ。お代はすでにいただきました。あなたの経験した思い出、記憶。ほんとだ。お金も持たずに出てきたなんて私ったら恥ずかしい。ありがとうございます。大切にしますね。本当に色々とお世話になりました。ユウは晴れやかな顔で家路を急いだ。そんなユウを占い師は水晶を通し見ていた。ユウよ、お前は自分を律することができなかったがために、家族を失い自分をも崩壊させた。これからは偽りの人生を生きるがいい。お前が望むストーリーの中で